皆さんこんにちは、ガジログです。今日はファーウェイウォッチ GT ランナーの初期設定を行ってみたいと思います。初期設定をするにあたりまして、まずこちらのボタンですね、長押しをして電源を入れていただきます。そうしますと言語設定がもう最初からいきなり出てきますので、ご自分の言語ですね、私の場合日本語になりますので、日本語をタップします。そうしますとね、もうペアリングしましょうということになりますので、アプリの方を使ってペアリングしていきたいと思います。ちなみにですね、iPhone 版のヘルスケアになりますので、そのあたりはご了承ください。Android で初期設定される方もそんなに多く変わりませんので、こちらをぜひ参考にされてください。ちなみにファーウェイヘルスケアを初めてインストールされる方、そして初めて使う方ですね、そうした方はファーウェイ ID というねアカウントを作ることになりますので、その方はですね、こちらの自分というところでですねアカウントを作ることができますので、ぜひアカウント作成の方をあらかじめお願いいたします。ではペアリングの方をしていきたいと思いますけれども、ファーウェイヘルスケアの中にデバイスっていうところがありますね。ここになります。でここを追加っていうところがあります。でちなみに今こちら2つ出ていますけども、これかつて私が持っていたスマートバンドの、履歴という感じですね。アカウントに紐づいていますので、今表示されている状態になっています。ではこちらを新しくね追加していきたいと思います。はい、そうしますとスマートウォッチ、スマートバンド、体脂肪計ってありますね。こちらはウォッチになりますので、この一番上になります。そしてファーウェイウォッチシリーズタップします。でさらにファーウェイウォッチシリーズ一番上ですね、ハーモニー OS スマートウォッチってありますけども、こちらをタップします。するとですね、アクセサリー選択の一番上にファーウェイウォッチ GT ランナーがもういきなり出てきましたね。これをタップします。そうしますとウォッチをペアリングするには設定 Bluetooth に移動し、リストからこの GT ランナーを選択しますとありますので、そうしていきたいと思います。そうしましたら iPhone の Bluetooth の設定の項目なんですが、その他のデバイスのところにこちらの GT ランナーですね、これが出てきますのでタップします。はい、そうしましたらもうこちらのウォッチの方にペアリング要求が来ましたので、この青い部分ですね、ここをタップします。するともう接続済みに変更されましたので、無事にねつながったということになります。そしたらヘルスケアアプリを開いてウォッチをペアリングしてくださいとありますので、戻りたいと思います。はい、このペアリングの手順の次っていうところになりますね。そうしますとまたね出てきてしまいましたけど、選びたいと思いますね。これで公式にしっかりつながりますよということになります。少し複雑な手順になりますけども、ゆっくりねご覧いただければと思います。ではペアリングをしたいと思います。次に iPhone の通知を表示することを許可しますかってありますので、許可をします。はい、今音声出てきましたね。ペアリングもう完了になりました。ペアリング済みというふうになりました。Wi-Fi で更新パッケージを自動ダウンロード、ここをタップしていただいてチェックしていただいて完了をします。このようにしてもうペアリングが完了しました。これがですねペアリングするまでの流れになります。ちょっと手間取るところがあるかもしれませんが、一時停止したり戻ったりして確認しながらご覧いただければと思います。ではですね、今度はこのヘルスケアのアプリを使ってこちらのウォッチの中の設定をしてみたいと思います。まずデバイスのところにファーウェイウォッチ GT ランナーのアイコンをタップします。するともう接続済みですよ、そしてバッテリー残量これぐらい残ってますよということになっていますね。そして項目を見ていきますと、歩数とかカロリーとか距離、もちろん初めてですので全部ゼロになっています。次に時計の文字盤のとこですね、その他ってあるのでタップします。これは後でもいいんですけども、これ文字盤っていうんですけども、ここから選んで好きなものを入れることができます。もちろんこの中にもいくつか入っているんですね。画面をここ長押ししますとね、変更することができます。これです。例えばこんな感じですね。これアナログ時計ですね。こんな感じで変更することができます。今日は分かりやすいようにこの最初から出てきたものを使ってやってみたいと思いますね。ではこの文字盤を入れてみたいと思います。今タップしましたらこのような画面ですね。デジタルマジックブルーと書いてありますね。でこれをインストールをします。ダウンロードあっという間に終わりました。そして今インストール中ですね。これ今 Bluetooth でつながってデータをこちらに転送している状態になっています。はい、終わりました。かっこいいですね。結構かっこいいなと思いますね。いろんな情報が含まれていて、
見ることができます。こんな風にして文字盤を変更することができます。では次にですね、ヘルスケアっていうところをタップします。そうしますと一番上、Far Way to Sleep って書いてありますが、有効にしてあるんですね。これは何かと言いますと、睡眠モニタリングになります。寝ている間のノンレム睡眠、レム睡眠とか、そのあたりを計測してくれる機能になっています。私は有効にしてありますので、もうこのようになっています。もし必要ないよってことであれば、ここで無効していただければ無効に変更になります。そして次ですね、活動促進通知ってありますけども、1時間以上座り続けている場合に通知を受信しますとありますね。オフィス仕事の方なんかはもうほとんど1時間以上座りっぱなしっていうこともあるかと思いますので、1時間経ったらブルーっとね教えてくれるって機能になります。これは必要な方はオンにされてください。では次ですね、心拍数の継続的モニタリングというところですね。今こちらも有効になっているんですけども、有効にするとどうなるかというと、監視モード、スマート、リアルタイムとありますね。スマートに私は今チェック入っています。これは今の活動状況に応じて測定頻度を自動的に調整してくれる機能になります。電力を節電しながら毎日24時間心拍数を監視してくれるということになりますので、あんまり活動していない時、今も座っていますけども、こういった時とか、もしくは寝ている時もそうですよね。そういう時に無駄にたくさん継続するとバッテリー減ってしまいますので、うまくいくことやりますよってことですね。そして、こちらリアルタイムがいいよっていうことであれば、こちらにねチェック入れていただければ24時間も連続して継続的に定期的にやってくれるってことになります。もちろん消費電力も増えますよっていうことですね。そしてアラート、10分以上にわたって脈拍が150回以上超えていた場合、アラートしますよってことですね。警告して教えてくれることになります。逆に心拍数が低下している場合も、50回以下であればそれは警告しますよということになりますね。次ですね、自動ストレステストになります。オンにしておけばいろんな計測データをもとに自分自身がどれぐらいの今ストレスを抱えているか数値で可視化してくれるわけですね。必要であればオンにされてください。そして最後に血中酸素の自動測定、これは24時間継続的にモニタリングしてくれるわけですけども、もし低血中酸素ということであれば教えてくれる機能があります。その時に何%以下になったらアラートしますかということになりますので、今 90% 割ってしまった場合、ブルブル震えて警告してくれるということになります。あくまでもねざっくりとした説明になりますので、必要な方はね内容をよく読まれてオンにするのかオフにするのか、そして何%以上にするのかを決めていただければと思います。では次にアラームに移りたいと思います。今ですね、スマートアラームがチェック入っています。でチェック入った状態でどうなるかと言いますと、7時に起きたい場合、このスマート起床のところをここですね OK します。そして10分もしくは20分30分、これ何なのっていうことだと思うんですけども、10分にした場合ですね、6時50分にもし深い眠りでないというふうに検出された場合、そのタイミングで起こしてくれる機能となっています。ですのでスマートですよってことですね。そして繰り返しっていうところなんですが、毎日そんな感じでよろしければチェックを入れていただいて、例えばですね平日だけでよければいいよってことであれば月から金にチェック入れて保存ですねすることで終了になります。そしてよく使う連絡先ってありますけども、ここから携帯を使って通話を発信する場合に誰をですねここにお気に入りに入れるかっていうことになります。例えばですね、今ここに一番上に奥さんって入れてありますけども、下に電話番号出ているので隠していますけども、このプラスのところからねこのようによく使う連絡先を追加することができます。次に天気予報ですね。これは今住んでいる場所の地域の天気情報をこちらに表示するということになります。でちなみに今ここ温度12ってなっています。天気のアイコンが晴れマークになっていますので、これの情報が反映されているということですね。そして最後にですね、この通知っていうところになります。この通知をオンにしますと iPhone に来た通知がこちらの方に飛んできてブルブル教えてくれるってことになります。メッセージですね、オンにした場合通知が来ますよってことですね。そして Twitter、Gmail、その他はその他になってしまいますのでオンにするしかないですね。でこれ Android の場合ですとアプリごとにオンオフができますので、やっぱりファーウェアはもともと Android 主体でやっていましたので、そのあたりは優遇されているのかなという感じですね。そして次ですね、このその他のデバイスの設定というところです。これは簡単な説明になっていますね。Bluetooth 切断時の通知、今これオフになっていますが、
オンにした場合どうなるかっていうと、ペアリングされている iPhone とこの GT ランナーが離れていった場合、接続ができなくなるぐらい離れてしまった場合、こちらが離れてますよって教えてくれるわけですね。ブルブル教えてくれます。でその機能になっています。そして持ち上げて起動っていうのは、腕のひねりによって画面が点灯するという機能になります。これは基本的にオンにしておいた方がいいのかなと思います。それ以外に画面を点灯させる方法なんですが、ここの左上のこのボタンですね、これを押します。そうしますと画面が点灯します。残念ながら画面をタップしても点灯しないんですね。これちょっと残念な点ですね。あとはですね、ここのファームウェアの更新というところなんですが、ひょっとしたら初めてこのペアリング済んだ後はこの更新が出てくる可能性が高いです。私も出てきましたので、更新で終わった後に今この動画を撮っています。現在は最新のバージョンになってますよと出てきています。そして必要であればですね、工場出荷時の設定に戻すっていうのもありますので、押してしまうとね、今設定してきたものが全部消えてしまうってことになりますので、お気をつけください。というわけで、大まかな初期設定の方法についてご紹介しました。では本日は以上となります。この動画が良かったという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。